Le Japon est un pays fascinant de par sa complexité. Ici on ne négocie pas mais tout se marchande, y compris son corps. Dans cette foule se cachent certainement des personnes qui le vendent pour des accessoires de luxe ou pour se faire une sortie à Disney. Ces mêmes personnes sont souvent de jeunes adultes ou même des adolescentes à peine sorties du lycée voire du collège. Au Japon, il n'est pas rare de trouver des hommes d'un âge avancé entretenir une jeune femme au travers de rendez-vous au resto, de sorties shopping et de virées à l'hôtel. Très proche du concept de sugar daddy, eh bien au Japon on appelle ce phénomène papakatsu. L'une des raisons pour laquelle ce phénomène a explosé depuis quelques années, eh bien c'est à cause de la modification du système social japonais en 2016 avec l'introduction du système My Number, qui signifie mon numéro et qui permet au gouvernement et à certaines entreprises d'identifier et d'accéder à l'historique d'une personne. Or, l'introduction de ce système a eu un certain effet dissuasif sur les personnes qui voulaient devenir hôtesses ou travailler dans le milieu, parce qu'en fait l'image de ces métiers dans la société est négative. Donc en fait elles ne voulaient pas salir leur dossier pour un job à temps partiel, qu'en général on effectue un peu en cachette et discretos, tout ça quoi. Du coup, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers les jobs payés au noir pour éviter les taxes, se faire traquer, etc. Et du coup, le concept de papakatsu, qui faisait partie des solutions les plus pratiques, eh bien, a explosé. 皆さん、あいちょんです。今日は今日本で流行ってるパパ活っていうものについてちょっとお話をしていこうかなって思います。パパ活って何ですか？パパ活って今日本ですごいコロナになってからなる前からもですけど、ここ 1,2 年ぐらいですごい流行ってて、でそのパパ活っていうのは交際クラブっていうそこにお金持ちの男性が登録して、女性も面接をしてその交際クラブに登録をすると、男性が好みに合った女性にオファーを して、会って、まずお茶って言ってカフェとかでお話しして、それでだいたい安くて5000円から1万円とかもらえるんですよ。お茶するだけで。でお茶するだけ1万円とかもらえて、なおかつそこからご飯行くか、お部屋って言って、ホテルかその男性のお家に行くんですけど、今すごい相場が下がってて、その大人って言ってセックスをするんですけど、セックスをして安くて3万円1回3万円もらえて、モデルさんとか体型スタイルすごいいい子とか何か肩書きがある子だと、20万30万円、上はなんかもう上限ない、もうお金持ちの人が出してくれるので上限なく2、30万もらえたりとかで、何も知らない子とかは3万円でする子とかもいます。全然。どうやってパパ活見つけるの？なんか私は六本木とかで結構遊んでて、でなんかそこで知り合った人たちのグループに入れてもらって紹介してもらったりとか、なんかつながり、たまたまその縁があってつながってやるようになりました。今アプリでなんかあるんですよ。アプリ、出会い系アプリじゃないけどアプリで女の子が自分から男の人にメッセージを送ったりとか、あとその携帯で検索して交際クラブって出すとネットに出てくるので、それで登録してやる人が多分ほとんどだと思います。どうして今日本の社会の中でそういうトレンドがありますか？どうして流行っていますか？パパ活やっぱ多分風俗と比べるとやっぱ楽っていうのもあるのかな、なんだろう、あと簡単にそういう風なのが普通っていう時代になっちゃった。若い人って何歳から？私のパパで若くて27歳のなんか経営してる人、大体なんか会社してる人が多い。元いるパパは何人かいて、最初セッティングしてもらって、そこで連絡先お互い交換するんですけど、その後からまた相手方から連絡来たりとかで、結構 10人ぐらいいるのかな今、なんだかんだで。男の人はなんか登録料とか最初すごい高いらしいんですよ。初めて女の子に会う時、それ多分男性に聞いてないから分かんないんですけど、結構多分取られると思います、男の人は。いくらぐらい？でも10万円ぐらいじゃないのかな、高くてもぐらいで多分登録してセッティングしてもらって、その交際クラブがセッティング料って言ってお金を取るので、プラスそこにされてると思います。じゃあどうしてそんなにお金持ち男性が女の子を探していますか？だと思いますか？なんでだろう。逆に結婚してたりして
遊べない人とかがちゃんとそういう人ところに登録したりとか、あと接待とかで使う人もいます。なんか他の地域から来た人を接待するために女の子をセッティングするとかっていうのもある。もし女性がパパ活のことをしたら、周りの人はどう思いますか？なんかあの子パパ活女子じゃん、なんか羨ましそうに思われると思う。なんかいいなみたいな、いろんなもの買ってもらってお金たくさんもらえて羨ましいなって多分思ってる人多いかもしれない。逆にじゃあ多分フランスとは全然違う。多分フランスだったらやばいねこの人とか、お金のためにそこまでいける、自分の体を売るとかね。そういうイメージ。確かに私はあんま思わなかったかもしれない。なのでセックスワーカーだっけ、なんかセックスを仕事にする人がなんか増えたみたいな。お金がなくてキャバクラとか、キャバクラもやめて風俗行くとか結構聞く。じゃあパパ活が最近だけ流行ってるけど、前はどんなことあった？パパ活の前は一応パパ活はその前は援助交際って言って、未成年、私もしてたことあるんですけど、中学生の時とかにネットで出会い系アプリとかで男性募集していくらでセックスしませんかっていうのを募集してお金をもらう。それが今はパパ活って言われてますね。GK の人が多分ね、やらないけれどとりあえず、ご飯とか行ったりのそれは遠行っていうかもしれない。未成年だと18歳未満だとパパ活っていうよりはもう犯罪行為だから、50歳とかの人が18歳未満と一緒にいるとか交際してるとなんか日本の法律だと捕まっちゃうんですよ。だから援交っていうのかな、援助交際、援助してあげるみたいな。じゃああなたの友達もパパ活してるんですか？なんかパパ活してる子いるっちゃいる。なんかデリヘルやってた子とか、多分お客さんをお店で呼ぶより直接もらった方がたくさんもらえるから、裏引きって言って店の外で会うって書いて外で会ったりする人とかいる結構。じゃあ一番安いやつはお茶ってこと？お茶で5000円から1万円。なるほど。あとではカラオケとか？カラオケは行かない。なんかホテルのラウンジとかでお茶するとかだいたい1万円ぐらいで、食事で2万円から3万円が、ご飯するだけで2万円から3万円が相場。あとギャラ飲みがある。ギャラ飲みギャラ飲みっていうのがあって何ですか？ギャラ飲みは例えば六本木とか、渋谷とか銀座とかああいうところでバーとかあるじゃないですか。で女の子に2時間1万円のギャラを渡すから接待をしましょうみたいな。その場にいるだけでギャラがもらえるっていう。2時間1万円とか、女の子と飲みたいからお金を払ってプラスして飲み会をするみたいな。だから今流行ってる結構。あとパンツ売りの少女とか一時期流行った。なんだろう、パンツが1枚5000円とか1万円でおじさんに売るみたいな。それはどこで売れる？なんかもう本当に最近はあるかわからないけど、私が中学生の時はその出会い系のサイトでパンツ欲しいですとか言われたらパンツこう脱いでその場であげるとか。そのままで脱いだやつが欲しいみたいな。それはなんかビデオだけであるだと思った。あるありました。あとでイメージはなんか日本人がロリコン。ロリコンは多い。そう。AV ロリコンばっかだから。でしょ？でも多分フランスだったら逆。フランスがエレガントの女性が好き。だからなんか年上かなんか女性っぽいの方の方が人気。でも日本では逆、若そうに見えたら人気。そう。そういうロリコン文化、どうして日本で才能？なんか聞くのはお金持ってない人はロリコンが好きって聞く。お金持ちは綺麗な人が好きみたいな。なんか聞いたことがある。漫画とかアニメで全部。そうだね、確かに。テレビでも全部みんな可愛い若いミニスカート、パンツ。ビューティーのイメージはそれになると。フランスでアメリカとか海外ではミルフが
人気ミルフわかんないミルフィミルフィじゃなくてありがとうございま。ますた面白い話を聞いてください。